ちょっとミスなんですよ。バレーボールディグ V ディグ。ゴールデンウィークに開催された第70回黒和式全日本男女選抜バレーボール大会。男子16チームの熾烈な戦いを制し、見事大会2連覇を果たしたのがサントリーサンバーズ。 V リーグ連覇と合わせて今シーズン2冠を達成し、その強さを見せつけました。その優勝直後、 V リーグスタッフはサンバーズが練習を行っているサントリー箕面トレーニングセンター体育館を直撃。この日はイランで行われたアジアクラブ選手権大会に向けて最終調整を行っていました。練習後、選手にお話を聞くことができました。優勝ということでおめでとうございます。ありがとうございます。というか実感はあんまないですね。ただやっぱ V リーグで自分が立って優勝したいんで、1回勝つだけじゃなくて何回も何回も安定して勝てるぐらいの力をつけれるようにしたいなっていうのが、リベロっていう安心感を与えれるようなプレイヤーになりたいんですけど、そういう部分でまだまだやなとか、ただ出たから分かったことなんで、全部いい経験やなって捉えて、次にまたチャレンジできるいい材料というか、いい糧になりました。黒和式もタイトルを取るっていうところがチームとして目標でもあったので、もちろん嬉しさもあったんですけど、どちらかといったら安心したというか、V リーグ優勝して黒和式ですぐ負けてしまうようではチーム力としてもチームとしてもあまり良くないと思うので、対戦相手どうこうではなく、やっぱ自分たちのバレーをして優勝するってことができたっていうところで、安心したのかなとは思います。その経験が少ない選手、若手選手が特に経験のために試合に出れたシーンが多かったと思うので、シーズン最後の大会でそういう経験ができたっていうことは有益なことだったのかなと思います。やっぱりそのセッターの部分で1人しかいないっていうところで西田は最後までしっかり上げきれたのかなと思いますし、リーグもほとんど出てない出番が少なかった選手なので、そこは黒和式は1人で戦うしかない状況でもあったので、そこもプレッシャーはあったと思うんですけど、試合を通しても大会を通しても彼自身成長したんじゃないかなっていうふうには感じています。今大会日本代表合宿参加で不在の大谷選手に代わり、全試合に出場したセッター西田弘樹選手。巧みなトスワークで攻撃の司令塔としてサンバーズを勝利に導いた、まさに優勝の立役者。今回はそんな西田選手とともに黒和式振り返りスペシャルをお届けします。まず黒和式は西田選手にとってどんな大会だったんでしょうか。サンバーズに入って、大谷選手の怪我とかもあってスタメンで出場するってことはあったんですけど、もう最初から6連戦でスタメンで出場するってことは今回が初めてで、その中で結果を残すことができてすごく大変嬉しく思います。不安やプレッシャーもあったので、そこから解放されたっていうか、その中での勝利だったんで、それが安心に変わったっていうか、勝ててよかったっていう風な思いが込み上げてきて、ちょっと涙が出ちゃいました。黒和式っていう大会は自分の成長につながる大会だったなっていう風に思ったんで、すごく良かったです。実は西田選手、黒和式にはある覚悟を決めて臨んでいたそうなんです。大きく2つあって、1つ目は大谷選手に代わって僕が上げなきゃいけないっていう、その中でうまく結果が残せるのかっていう不安とプレッシャーもある中でのやらなきゃいけないっていう覚悟。もう1つは、正直なところリーグ戦中あまり僕自身のそのパフォーマンスが上がってなくて、パフォーマンスが上がってない中でうまくやらなきゃいけないっていう覚悟でした。セッターは自分一人しかいないという重圧の中で戦った西田選手。乗り越えられたのはチームメートの支えがあったからだといいます。今回の大会で僕がスタメンで出場するってなって、スタメンの選手だったりスタメン以外の選手、ベンチ外の選手も
すごく声かけてくださって、それに助けられた部分もすごくあって、メセレスキー選手から試合前、自分らしく頑張ればきっといい結果が出るよっていうふうに言ってもらったんで、それはすごくなんか支えのある言葉で、その言葉はすごく大きかったです。うまく開き直れたっていうか、くよくよしてても仕方がないし、ここはしっかりどんな結果であれバレーボールを楽しむことが一番大事なことだっていうふうに、その自分自身で言い聞かせて、覚悟を持って取り組んでよかったなっていうふうに思いますし、そのプロ合宿が終わったからって言ってその覚悟はやめることなく、今後もその覚悟を持って続けていきたいなっていうふうに改めて感じました。覚悟を持って臨み掴んだ優勝。さらには今大会のベスト6にも選ばれた西田選手。ここからは番組が勝手に選んだ決勝での印象的なシーンを西田選手に解説してもらいます。まずはこちら、第2セット、サンバーズのセットポイント。打ち切れるか、サントリーチャンス、打ってきた、決まりました。柳田が自らのサーブで崩して、そして最後も決めました。西田選手のトスを柳田選手が2アタック。これでセットを奪ったシーン。これはなんか作戦的に決めてた。普通だとセッターが取った時にはリベロがトス上げてスパイカーに託すっていうのが普通なんですけど、最近のバレーは1本目セッターが取ったらスパイカーがこう2バックアタックなりフェイクセットを見せたりっていうのが主流になってきてるんで、マサさんは結構それでこう2本目走ってくるタイプなんで、僕も分かった上でこうトスを上げたんですけど、これちょっとミスなんですよちょっと僕の1本目がちょっと割れたんですよ。アタックラインからちょっと前に出てるぐらいがいいんですけど、ちょっと後ろだったんで、柳田選手もトスに上げた方が、リスクはないんですけど、柳田選手の持ち味のその思い切りのあるプレーで打ちに行ったんで、すごいって思いましたし、そのプレーが終わってこのコートチェンジした後にマサさんから「もうちょい前出せよ」っつってもうちょい前出せって言われましたそれね、多分ね映ってますよ。この後ですよ。ここでなんか柳選手、そう今言いましたもうちょい前ってすいません続いてのシーンはこちら。本来であれば大家がいなくてもちゃんとやれる。第3セット、15対16でサンバーズが劣勢の中、西田選手のサーブから4連続得点、逆転に成功したシーン。選手たちが、いや大家がいなかったから負けたってことは絶対ないようにしようと、だからもう西田に勝たせるんだというふうに思ってるみたいですよ、みんな。アウト。さあ西田が戦いですね。サントリーがここでリードを奪って、これもつなぐ。さあスタンディングで打つ、決まった。セッターの西田のサーブが続きます。ここも変化を入れてきた。ブロック高い。5連続ポイント。メセルスキー選手の凄さがもうこう溢れ出てる4連続プレーだと思います。競った場面でしたし、相手もメセルスキー選手に上がってくるだろうっていう風な状況なんですけど、それでも決め抜くっていうか、ジェイテクトさんもすごく粘り強いチームで、その遥か上を行くスパイクとブロックで、メセルスキー選手のすごいところは高さで勝負するだけじゃなくて、いろんな引き出し、相手をしっかりよく見て決まるパターンっていうのが何個も引き出しがあるので、もう本当にすごいなっていうふうにリスペクトしてます、本当に。とここで西田選手が選ぶ自分自身のベストプレーを発表。準決勝の、デュースの場面で柳田選手がレセプションをして、そこからのパイプを決めれたことが一番印象に残っています。西田選手が選んだベストプレーは準決勝トーレアローズ戦。
第1セット26対26の場面。やっぱり劣勢の場面だとメスルスキー選手に上げて決めさせるっていうの方が一番安牌な状況なんですけど、そのやっぱ1本目マサさんがレセプションしたことによってパイプのそのケアが薄くなるっていうこともそうですし、ここでしっかり自分が課題としてきたそのクイックパイプの攻撃をここでトライしようっていうふうに自分の中でも決めてたじゃないですけど、ここでやらんかったらあかんと思って、柳田選手からもどんどん使っていいよっていうふうに言われましたし、相手のつき方、ブロックのつき方がどうなってるよっていうふうに積極的に声かけてくださってたんで、僕自身もその安心感がありましたし、そこは託しました。最後にスタッフからこんなお願いが。選手どうしても繰り返し見たいシーンがちょっとワンシーンだけありまして、ちあょっとそれを一緒に見てもらってもいいですか？はい、大丈夫です。そしてもう一方お話をお聞きします。見事チームを優勝に導きましたセッターの西田選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。優勝が決まった瞬間、目から涙がこぼれていたと思うんですが、どんな思いがあふれた涙だったんですか？V リーグファイナルを優勝することができて、大家さんが代表の方で日本代表の方に合宿行かれるということで、自分一人セッターで回していかなきゃいけないっていう、プレッシャーがあったんですけど、その中でもしっかり自分の中で覚悟を決めて毎日練習取り組んできて、無事結果を残すことができたので涙が出てしまいました。全試合出場して、そして最後歓喜の輪の真ん中で優勝を味わいました。あの時はどんな気持ちでした？もう一回お願いできますか？最後優勝が決まった後、もう輪の真ん中で喜びを味わっていたと思います。あの時どんな気持ちでした？やっぱりチームの皆さんが支えてくださって、その中での勝利で支えられてきた中での勝利だったので、本当に感謝の気持ちでいっぱいでした。はい。最後優勝決まって整列している時なんかは柳田キャプテンからも一言声をかけられていたと思うんですけれども、あなたはどんな話があったんですか？ちょっとあまり覚えてない。そう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 いやー、見てらんないですね。もう優勝のその思いが溢れて、うまく言葉整理つけることができなかったんですけど、改めて見るとこいつ何言ってんだろうと思います。笑いは80点ぐらいだと思うんですけど、回答としては20点ぐらいです。完成点です。今シーズンもたくさんの応援本当にありがとうございました。ファンの皆様の温かいご声援やメッセージがすごく励みになって、すごく覚えています。来シーズンも、今年よりも頑張っていきたいと思います。引き続きサンバーズへの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録と SNS のフォローもよろしく。せーの、V ディグ。